こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラベーシック23になります。今回はミセスショートとしてショートレイヤーをカットします。40代以上の年代層がショートレイヤーにした場合、以前と同じようなショートレイヤーだと新鮮さがなくなり老けてしまったりします。ですので、イメージとしてはバック部分が丸みのあるレイヤーでフロント部分が前下がりボブを合わせたようなデザイン構成になっています。個性を出したい場合はフロントサイドの前下がり部分を強調しても良いでしょう。今回はそぎによってあまり強調しすぎないようにすることでショートレイヤーですがアレンジが効きやすい新鮮さも出るミセスショートになっています。また今回は動画と同じ場面に図解を配置してみました。気になるところは動画をストップして見比べてみてください。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。まずブロッキングですが前頭部と後頭部を分けます。分け方はトップの髪が前頭部と後頭部に自然に分かれる少し前側から耳の付け根の中心に分け取ります。耳上2センチぐらいからバック中心部頭の一番出ている付近より少し下にカーブに分け取ります。次にセンターで分け取り縦スライスに近い斜めスライスでオンベースでカットします。取りましたら横顔を見て襟足の長さをイメージしてグラデーションの角度でレイヤーにカットします。次もガイドが見えるぐらいに分け取り縦スライスに近い斜めスライスでオンベースにカットします。次のパネルも同じように取りますが、下側は三つ襟部分に分け取りカットします。こうすることで下のアウトラインが水平になります。次のスライスラインからアウトラインが前上がりになります。そのポイントは三つ襟部分です。次は斜めスライスで分け取りオンベースにカットします。この最後の方もオンベースかどうか確認しながらカットを進めます。こうすることで生え際に沿ってアウトラインの段差がこのようにつき、オンベースでカットすることで頭の丸みに沿った形にカットすることができます。オンベースでこの位置、次はここ、次もオンベースといったようにカットしていきます。反対側も同じように三つ襟部分まで分け取り、オンベースで下のアウトラインが床と平行に切れているかどうか確認しながらカットしていきます。次のセクションからオンベースを強く意識してカットを進めます。こうすることで生え際に沿ってアウトラインの段差がこのように出て、次にバックサイドに回り V ラインスライスで毛束を取りチェックカットを2パネルぐらい行います。
もちろん反対側も同じように2パネルぐらい V ラインスライスでカットします。するとバックから見たときにここに締まりが出てきます。はい、次に襟足部分を毛束の長さ半分くらいから毛先に向かってそぎを入れていきます。反対側も同じような流れになるようにそぎを入れていきます。次に毛先の表情をつけていきます。反対側も同じように毛先にそぎを入れて雰囲気を出していきます。なるべく髪が首に沿っていくように入れていきます。次に頭を四角くイメージして対角線上の位置からバックに向かってブロッキングします。センターできれいに斜めに溶かして縦スライスに近い斜めスライスに取り、オンベースで下のガイドの流れを見ながら毛束は徐々に床に平行に持っていきながら切り上げます。同じようにスライス幅を一定にしながらオンベースでカットを進めていきます。切り上がりましたら横スライスで取り、楕円にきれいに切れているかどうか確認します。こちら側もこのように丸く切れていれば OK です。このように丸く切れていれば左右同じようにオンベースでカットできているということになります。もしできていないようでしたらもう一度斜めスライスに取りチェックカットを行います。では次のセクションです。トップセクションは頭を四角くイメージしてその対角線上からバックセンター中心部に向かって三角形に毛束を取り、頭頂部の丸みに沿ってカットをします。
そうすると、こことここの長さが同じになります。次にバックセンターから縦スライスに取り、下と上をガイドにカットします。次も縦スライスに取り、オンベースにカットします。次に斜めスライスに毛束を分け取り、先ほどのガイドを切り落とさないように下のガイドの流れから上に向かって切れるところをカットします。反対側も同じようにカットします。次にバッグ中心部から斜めに溶かし、斜めスライスで毛束を取りチェックカットをします。先ほどと同じようにここのところを切り落とさないようにカットしていきます。そうすることでバックセクションは丸みのあるレイヤーができました。次にフロントトップセクションはラグビーボールのようにこのようにブロッキングします。このようにブロッキングします。フロントサイド第1ブロックを取ります。上のブロッキングラインと下側を2ブロックでカットするつもりで分け取ります。では、バックセクションとは関係なく新たなガイドを作ります。少し前下がりになるようにカットします。だいたい顎ラインぐらいの長さにカットします。少し後ろに引き前下がりにカットしていきます。次にブロッキング下側の紙を全部下ろし、前髪部分を取りカットします。残りの部分もカットします。反対側も顎部分を目安にカットします。そうしましたら左右対称かどうか確認後、次の毛束を下ろして、やはり前髪部分を分け取りカットします。次にフロントで左右対称かどうか確認後、三角形の頂点をカットします。その部分をガイドにフロントサイドを修正カットします。こちら側も同じです。次にフロントサイド部分を縦スライスに近い斜めスライスに取り、グラデーションの角度で新たなガイドを作ります。バックとつなぐわけではありません。バックとは関係なくレイヤーを入れていきます。あくまでも下の紙を切らないようにカットしていきます。
反対側もバックとは関係なく段差をつけていきます。次にバックで両フロントサイドが同じ長さかどうか確認します。左右対称に切れていれば次のセクションをカットします。できましたらトップ部分のカットに入ります。まずセンターに分けてトップセクションはバックから上に引き上げチョップカットしていきます。同じ要領でフロントへと向かってカットしていきます。反対側も同じようにカットしていきます。できましたらトップセクション、目尻の上がったラインから分け取り、前方向に引き出し、鼻が少し隠れるくらいの長さにチョップカットします。きれいに溶かし、前髪とサイドをこのようにつなぎます。反対側も同じようにつなぎます。次に前髪部分を作ります。今回は前から見て左に流れるような前髪をカットします。前髪の切り方動画を見ていただくと、いろいろな前髪の作り方が確認できます。詳しくはそちらをご覧ください。分け取ったら流したい方向が長くなるようにこのようにカットします。次も角度を上げてチョップカットします。次に大体の分け目付近に前髪全体を引き上げ、そこで段差をつけます。前髪が薄くなるのと分け目あたりから左右に流れやすくなります。このようにもう一度前髪とチョップカットでつなぎます。はい、次にトップ部分を前方向に溶かし、モヒカンガイドを作ります。
モヒカンガイドをセンターで分け、サイドの紙を中心モヒカン部分に引き上げ、カットできる紙はカットします。反対側も同じようにカットします。次にそぎをプラスして紙に動きが出るようにします。バックセクション、襟足部分は先ほど入れましたので、中間部分から入れていきます。中間から毛先を主にそぎを行います。次にトップ部分に入ります。トップ部分は毛先中心に入れていきます。このように入れていきます。下側も入れていきます。反対側も同じく左右の厚みを確認しながら入れていきます。毛先の表情を見ながら入れていきます。こちら側に流したいので、
こちら側に引いて削ぎを行います。この部分をこのように入れてフォワードに紙が出やすくなるようにします。こちら側もこのように入れてあげます。するとフォワードに流れやすくなります。はい、ウェットカットの終了になります。はい、では乾かしていきましょう。バッグ中心部より前方方向に紙を手ぐしで乾かしていきます。風で紙が動く様子を見ながらよく動かして乾かしていきます。紙の方向性ももちろん考えながら乾かしていきます。次にワックスを中間から毛先にまんべんなくつけて整えていきます。毛先の表情付けをしながら仕上げます。だいたい仕上がりました。このような感じに仕上げてみました。はい、仕上がりです。はい、今回はミセスショートとして新鮮なニュアンスの出しやすいショートレイヤーをカットしてみました。フロント側の削ぎを少なくすることで前下がりのボブが強調されて個性が出ます。練習していろいろな変化を試してみてください。それでは皆さん、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。